皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢について。前半部分でウクライナ情勢についてのお話をするとともに、後半では日本にとっての徴兵制についての解説も合わせて行っておきます。つい先日行われた参議院選挙では一部の政治家の中から徴兵制についての言及が話題になりました。一方で、ウクライナ情勢関連で言えばヨーロッパにおいては再軍備を宣言し、各国が国防予算を増額するとともに、徴兵制がもともとあった国はそれを強化し、一時的に凍結していたり、廃止したところでも復活する動きが強まっています。こうしたヨーロッパにおける徴兵制の動きと、日本で同様にして徴兵制について語るには、ちょっと状況が違うことを理解しておく必要があります。私はこのチャンネルを通じて国防の大事さといったものについて訴えてきたわけですが、だからといって徴兵制について導入せよとは全く言っていません。では、なぜ日本にとって徴兵制は導入する必要がないのか、そのあたりについての話を後半でしていこうと思います。というわけで、まずは最初にヨーロッパ情勢、ウクライナの戦況についてのお話をしておきましょう。現在ウクライナにおいては、冬のような寒さやもしくは地面のぬかるみといったものもないことから、一番今の時期が軍事行動が盛んな時期です。そして現在はロシア軍の夏のシーズンにおける攻勢が行われているところです。プーチン大統領は現在の時期を特に重視して東部戦線における前進を図っています。これには国際情勢との絡みもあります。なぜならば、アメリカのトランプ大統領は50日間の猶予を設けるとして、プーチン大統領にその間に考え直すようにと猶予期間を設けました。これは現在全く進んでいないウクライナの停戦協議についての話です。トランプ大統領は何らか自分が関わることによってウクライナの停戦協議を前進させようとしましたが、結局のところ大統領就任以来全く何にも影響を与えることができていません。むしろ現在のアメリカはウクライナに対する軍事支援を自国では全く行わず、ウクライナに軍事支援するんであれば、ヨーロッパがお金を払ってアメリカから買う兵器についてのみ、これを認めるとしています。一方でロシアに対しては追加の制裁を行わないために、従来行ってきたバイデン政権による制裁がどんどん効力が失われています。制裁はこれを逃れるための手段の開発も同時に行われることから、時期が経てばそれぞれの制裁について改良を加えていく必要があるのです。トランプ政権ではそれが全く止まってしまったがために、その効力が薄れていってしまうのです。そして50日間停戦協議についての考え直しを求めたトランプ大統領に対してプーチン大統領の受け止め方としては、じゃあこの50日間はアメリカは全く手を出さないんだな、やりたい放題できるんだなというふうに受け止めたことでしょう。そのため現在の夏季攻勢においてかなり力詰めをしようとしているわけです。では、プーチン大統領の目指すアメリカが介入しないうちにウクライナで占領地域を広げるという夏季攻勢、うまくいっているのでしょうか。結論から言えば、春から続いてきた連続的な攻勢にもかかわらず、ウクライナ軍の前線は持ちこたえている状態で、このサイズの地図の場合だと大きな動きはありません。ただし、地図の縮尺を変えていくと、それぞれの戦域における戦いでは注意しなければならないポイントがあります。戦争研究所の発表しているこの地図では、ロシア軍の占領している地域は赤く示されています。現在戦線は北部戦線、東部戦線、南部戦線、この3方面に分類することができます。北部戦線はハルキウ州とスームイ州。このスームイ州についてはスーミ州と呼んだり、表記がかなりバラバラなので、報道記事によっては名前が違うなということもちょっとよくあるパターンです。何にしても北部地域なのですが、何度となくロシア軍と北朝鮮軍の混成部隊による攻撃が加えられているものの、状況としてはかなりコントロールされており、ロシア軍はほとんど進めていません。そうした意味ではかなり安定しています。問題なのは継続的にロシア軍の前進が見られる東部戦線でしょう。こちら東部戦線、ウクライナ軍が一度取り戻したリマンやイジューム、そしてクピャンスクといったあたりが徐々にロシア軍が盛り返してきたところです。イジュームまではまだまだ遠いものの、リマンについてはそろそろロシア軍の攻勢が届きそうなところまで迫ってきており、この地域でも激戦が各地で続いています。ただし、ロシア軍が一度占領、それを取り戻した地域については、この地図では水色で示されています。
つまり最悪の時期に比べればまだまだ挽回した状態を維持している状態です。一方でドンバス地方における戦いの方が領土を取り戻していない分だけ防戦一方な状態です。アウディウイカを失った後のウクライナ軍は徐々に後退し、ポクロウシクとの戦いが続いています。問題なのは町周辺における陣地が落ちることによって最終的には補給ラインが閉ざされ、徐々に危機が拡大していることです。すべて撃退するのは難しく、じりじりとした後退が続いている状況です。ただ、兵士の死傷者といったものがいくら出ても気にしないような戦いといったものは当然のように多くの人命を失わせることとなっています。ロシア兵12万343人の戦死を確認。平均39歳。BBC 調査。最大約29万人に上るか。イギリス BBC 放送とロシア独立系メディアゾーナは2022年2月のウクライナ侵攻開始後に戦死したロシア兵のうち12万343人の名前を独自調査で確認したと報じた。平均年齢は39歳。地域別では中部バシコルトスタン共和国の5806人が最多だった。いわゆる現役世代の人々が多く亡くなっており、それでいて人口では最も多い西部地域、モスクワやサンクトペテルブルクではなく、人口的には少ないはずの中部地域で最も多くの人々が亡くなっています。軍人墓地から戦死者の名前を確認したほか、公式情報や報道を分析して集計した。ここ数ヶ月間に死亡した相当数の兵士の遺体が戦地に残されている模様で、実際の死者はさらに多いとみられる。ロシアが占領するドネツク、ルハンスク、両州の民兵も合わせ、ロシア側の死者は最大約29万人に上る可能性があると推計した。結局のところ政治指導者のプーチン大統領にしてみれば、いくら多くの人々が亡くなろうとも、それによって自分の地位が脅かされないのであるならば、この戦争はいくらでも続けられるという考え方でしょう。先ほども述べたように、そうした意味では自分の政権を支えているのが大都市圏の人々であり、これらの人々はほとんど戦場に連れて行かれていません。主には地方の貧しい人々を中心として戦場へと送られており、大都市圏の人々は戦争は遠いものとして実感がないのでしょう。そしてここ最近ちょっとウクライナ情勢についての動画を上げてこなかったので、ウクライナに対する主な軍事支援についても取り上げておきましょう。一番大きかったのはやはりドイツによるパトリオットミサイルシステムの供与です。ロシア国内において大型の突撃ドローンシャヘドの量産体制が整うことにより、日々シャヘドによる都市攻撃といったものが続けられています。シャヘドについては大きさから爆薬量も大きく、着弾すれば大きな被害をもたらすものです。ただし、スピードとしては遅く、またレーダーにも簡単に引っかかるものですから、実際には多くが撃墜されています。しかし撃墜するにも人もお金もかかるものですから、ウクライナに対する圧迫は強いものです。さらに、迎撃困難なのが大型のミサイルです。ミサイルを撃ち落とすために必要なミサイルという意味においては、ウクライナに供与されているパトリオットミサイル、これがアメリカから追加で入ってきました。ただし、アメリカからの直接的な軍事支援ではなく、トランプ政権はウクライナに対する軍事支援品については、カタログを見てみんな買ってねという売り込みをヨーロッパにかけています。これに応じてドイツがパトリオットミサイルシステムを購入し、ウクライナへの供与を進めているところです。ただ、こうした防御用の兵器についてはヨーロッパ国内でも国民に対する説明がしやすいからすぐに話が決まるのですが、残念ながら攻撃用の兵器についてはなかなか話が前に進みません。軍事予算を大幅に増やしてウクライナに対する軍事支援も十分これから手厚くやっていくと宣言しているドイツですが、残念ながら巡航ミサイルの供与については話が進んでいません。また、反撃能力の確保という意味においても、アメリカの抜けた穴はまだまだ埋めきれていないようです。ウクライナ軍の前線における反撃能力なのですが、ドローンは目立つのですが、ドローンだけで戦線が支えられているわけではありません。その他、榴弾砲と迫撃砲、こうした遠距離からの支援砲撃といったものも非常に重要な要素となっていきます。戦争の長期化に伴ってウクライナは国産比率を高めるという取り組みをしており、こうした榴弾砲や迫撃砲についても国産化率 50% 以上を目指しています。前線でドローンが大活躍しているのになんで榴弾砲を今でも求めるかといえば、それはドローン対策といったものも進んでいるからです。例えば以前ご紹介したようなマンモス戦車のような、もうとにかく戦車の上部看板に鉄板やら板やら、
丸太やら、もうありとあらゆるものをくっつけて防御を固めようとしているものに対しては、ドローンは非常に多く撃破に必要となってきました。そうしたことを考えると結局のところ、榴弾砲による撃破といったものができることであるならばそちらの方が良いわけで、ドローンの限界といったものもまた今戦場で試されているところです。ちなみにバイデン政権下における軍事支援プラスヨーロッパの軍事支援がこの両方が揃っていた時期においては、ウクライナ軍によるロシア軍に対する打撃では戦果報告で1日2000人近くのロシア兵を倒したというような報告が連日のように続いていた時期もありました。それに比べると現在は1000人から1200人程度とかなり水準が下がってきてしまっています。これが単純にロシア軍の攻撃が少なくなって倒せる兵士の上限が下がったというのであればまだ良いのですが、単純に攻撃能力が落ちてしまったからというのであれば、これは非常に懸念しなければならない状態です。ちなみにヨーロッパ以外からの支援としては、オーストラリアがM1 エイブラムス戦車のウクライナへの供与を進めました。エイブラムス戦車についての評価は人によってちょっと分かれるのですが、現在のような防御の時においては、特にその運用面の問題はあまり気にしなくて良いこととなります。というのも、攻めに出てきた場合においては、非常に燃料消費がきついといった問題があったわけですが、特に移動砲台として使うような守りの時においては、戦車は今でも重宝されるものです。ただし、戦車全般に言えることなのですが、どうしても戦車対戦車のことを考えた装甲の付け方になっていますから、ロシア軍と同様にして対ドローン用の防御能力を付け加えるといったことは、これからは重大な課題となります。なお、この点に関して言えば、今ヨーロッパ各国で防衛費を上積みして戦車の導入が図られるわけですが、必ずのように近接防御システムの標準装備といったものも進められていますし、上部看板装甲の強化についても検討が加えられているところです。このような戦場に適応した戦車の姿といったものは、これから徐々に各国で開発が進められてくることでしょう。さて、動画後半においては、日本の徴兵制度についての解説をするために、ヨーロッパの現状から紹介しておきましょう。今、ヨーロッパ各国においては、昔からある徴兵制度に加えて、一度は廃止したものの、復活させるといった動きなどもあり、各国は軍隊の規模そのものについて拡大する傾向にあります。現状、徴兵制がある国は、スイス、オーストリア、ギリシャ、キプロス、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、エストニア、ラトビア、リトアニア、そしてドイツでは徴兵制復活に向ける動きが強まっています。AFP 通信、ドイツ18歳男性の徴兵検査義務復活へ。ドイツ国防省は防衛力強化計画の一環として18歳の男性に課す徴兵検査を受ける義務を復活させると発表した。保守派のメルツ首相はロシアによる脅威とトランプ大統領がアメリカによるヨーロッパ安全保障への関与を疑問視していることを受け、貧弱なドイツ連邦軍の強化を最優先事項としている。この取り組みは当面は志願兵の募集を目的としているが、定員に満たない場合には兵役義務を課す規定も盛り込んでいる。2028年からは入隊の意思の有無にかかわらず、すべての18歳男性が徴兵検査を受けることを義務付けられる。法案では、安全保障環境を理由に必要と判断され、議会が明示的に承認した場合には、徴兵制を復活することも規定されている。ドイツは、メルケル政権下の2011年、徴兵制を正式に停止した。メルツ首相は、ヨーロッパ最強の通常軍の構築を目指し、厳格な債務抑制策から国防費をほぼ免除する抜本的な改革を実施した。最終的な目標は、総兵力を現役26万人、予備役20万人の計46万人とすることだ。日本の教育では一般的には、軍事知識について習う機会がほとんどはありません。例えば平和はすごい大事ですよということを強調されるがあまり、全ての戦争が否定されるといった教え方がかなりまかり通ってしまいました。こうした軍事知識の皆無な状態というのは結局のところ誤解を生みやすいものです。例えば、徴兵制度というのは軍国主義下における結果であって、徴兵制度があるような国においては民主主義が弾圧されているといった誤解も生み出しやすいものです。し
しかし、ヨーロッパにおいてこれだけの数、徴兵制が現在も実施されていることからもわかるように、徴兵制イコール軍国主義といったようなイコールでつなぐような話ではありません。それぞれの国の事情によって必要に応じて徴兵制は選択されているものです。例えば、永世中立国のスイスは同時に国民海兵重武装国家を掲げていることから徴兵制がずっと実施されています。また、よく国民福祉の国として知られるような北欧諸国においても、ロシアという脅威を前にして徴兵制は実施されており、決して軍国主義かどうかといった話と徴兵制はイコールではないのです。また、ドイツにおける徴兵制の復活の動きについても伝えましたが、これを AFD、いわゆる極右の台頭によって促されたのだと誤解している人もいます。これも先ほどのような、いわゆる軍国主義や極右といったものがイコール徴兵制を促すのだという誤解に基づく意見です。現在のドイツは再軍備を宣言し、軍事予算を大幅に増やしていきます。しかし、いくら兵器があったところでそれらについて操る人がいないのであれば、それは全く力を持たない軍隊です。兵士の数も十分に確保しなければなりません。そしてここでももう一つ誤解が生まれます。一体どのような誤解かといえば、脅威があるんであればどこの国においても徴兵制は必要だという考え方です。これは実はそうではありません。ヨーロッパにおいてはなぜこのようにして徴兵制が必要とされているのか。それはロシア軍の戦いに注目しているからです。例えば、前半部分においてウクライナ情勢についての解説をしましたが、北部戦線、東部戦線、南部戦線と紹介をしましたが、これは距離にすると 1200km 程度の非常に長大な戦線を意味します。これだけ広く長い戦域において戦うとなれば、それには非常に多くの兵士が必要とされます。従来ヨーロッパ各国においては軍縮が進められてきました。それは武装組織やテロ組織といったある特定の集団に対する対抗策があれば十分という考え方から、少数精鋭で十分だという考え方がかなりまかり通ってきました。しかし、ロシアの現在の戦い方といったものはそうした少数精鋭では全く対応できない戦い方です。非常に長大な戦線において数で押してくる敵に対しては数が少ないことそれ自体が大問題となります。守りの薄い部分を突破されて周囲完全に包囲下に置かれればどのような精鋭部隊においても補給が途絶えてあっという間に殲滅されてしまいます。数で押してくる相手にはこれを押しとどめるための数といったものも十分確保しなければなりません。そのためにヨーロッパ各国においては兵士の数を増やさなければならない。いざとなれば多くの人々が歩兵となって戦う必要があることから徴兵制は十分導入する意味があるのです。また各国において対人地雷を含めた従来禁止されていたものを解禁しようと規制条約から脱退する動きも続いています。これもまた数で押してくる相手に対しては数で応じるための手段として無人兵器の元祖でもある地雷といったものが今非常に重要性が増していることを意味します。ではこのようなヨーロッパの事情で徴兵制を選ぶ国があることを前提として日本の徴兵制についても考えておきましょう。まず最初に結論から言いますが、日本においては徴兵制は必要のないものです。なぜならば日本が戦わなければならないまず第一の戦場は海か空です。ヨーロッパの主戦場が陸続きであり、しかも領を持って攻めてくるロシアというものを想定した場合においては、それに対抗するための領が必要であるという考え方です。しかし一方において日本の場合だと周りが海で囲まれている以上、海と空が第一戦場であり、ここに人海戦術を持って戦いを仕掛けてくるというのはちょっと無理があります。軍艦にしても戦闘機にしてもそうですが、100万の戦闘機が飛んでくるといったことはありませんし、同様にして100万の軍艦がやってくるといったこともありません。戦うための兵器が軍艦や潜水艦や戦闘機であるといったことを考えると、これらを操らなければならない人たちは非常に専門的な技能が求められるものであり、徴兵制のようなわずかな期間だけでは十分対応できる人材は育ってきません。日本に必要なのは専門的な技能を学んでいくような職業として志願してくる人たちです。こういった事情を考えればヨーロッパ各国で徴兵制が進んでいるんだから日本でも徴兵制というような人は実態に合っていないのです。日本においては。ただし現状において問題があり、その問題については解決しなければなりません。なぜならば日本においては少子化が進んでおり、現在でもすでに自衛隊の採用している人数は想定より
下回っています。ですから、しっかりと志願してくる人たちを集めるためにも、待遇改善は進めなければなりませんし、教育面においても、安全保障のその基礎の部分については、啓蒙活動が必要です。話し合えばなんとかなるではなく、相手が実力行使してくる場合においては、話し合いそのものが成り立たないことがあり、そのために自分の身は自分で守れるだけの力は持っておく必要がある。ただし、日本一国だけでは守るのが大変であり、そんなことを目指せばスイスのように国民海兵重武装国家を目指す必要がある。だからこそ日本は国際連携を図り、多くの国々と共に活動することによって、一国だけでは成し得ない抑止力やもしくは防衛体制を築くといったことが重要になるわけです。非常に現実的な考え方として私は言いますが、例えば日米同盟は解消すべきではありません。なぜならば、アメリカ軍は間違いなくこの地球上においては最も多くのお金をつぎ込んでいる最強の軍隊であることは間違いありません。第二次世界大戦における最大の教訓というのはアメリカと戦うなということであって、それは現在でもなお変わらない基本的な考えであるべきです。では、敵にしないのであれば味方にした方が良いというのは当たり前の話です。もちろん在日米軍兵士による犯罪などについてはこれを取り締まりを行うための体制づくりといったものは必要ですし、そのための話し合いといったものもアメリカとの間で継続的に行う必要があるでしょう。しかし、そうした問題があるということと、在日米軍撤退すべきだというその意見の間にはものすごい隔絶があるといったことは押さえておく必要があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。インターネット上ではどうしても極端な意見といったものが目につき、もてはやされる風潮にあります。しかし現実においては0か100だけではないところに現実的な選択肢といったものを取るべき話はたくさんあります。そのことをぜひとも忘れずに情勢を読み取ってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。